皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。そして、前回からうちのアクイランシールドになってくれた彼こそカストーデスくんです。カストーデスです。今日もよろしくお願いします。今回も質問に答えていきます。視聴者さん絶対理解できないですし、保守派の技術者たちが怒りますよ。へいへい。で、今日の質問ははい、まず一つ目。今まで一番最大のやらかしはそれはもちろん。機械を何も知らんといじくり回してたのが、前回反省されたのでそれ以外にしましょう。となるとあれかな。勝手にチョゴリス民と接触してオーバーテクノロジー晒したやつ。あれはなかなかやばかったですね。封建世界に無断でテクノロジー持っていくのは。というわけで、今日は封建世界について伝えていきます。流れるように解説フェーズ。封建世界は未来文明にせず、黒色火薬くらいの社会がそのまま残ってる惑星のことです。視聴者の皆さんからすれば、帝国領域は全て廃部のような SF 未来を想像してる方もおりませんか？ところがギッチョンテレスケテン、人類領域には中世頃や蛮族のような社会を、そのままにしとる惑星が少なくない数であるのです。ホワイトスカー戦団で紹介した惑星チョゴリスも、技術的には封建世界に近い、蛮族世界の一つですね。すごい話やんなこれ。マリーンの基地や空港あんのに、それ以外は皆遊牧民なんやろ？はい、これは赤子の頃に一人チョゴリスにたどり着いたジャガ大半がこの惑星文化で育ち、マリーンとして戦うとき、遊牧民の戦術がランドスピーダーやバイクスカットなどに、そのまま有用して使い活躍したことがきっかけです。ちゃんと実践と経験に基づいた風習やったんやな。だからこそ育った惑星文化はそのまま残し、ホワイトスカーの戦士を育てる地として文明と戦争社会が残されたままとなってます。今でもホワイトスカーの人だけ、チョゴリスからしか募集してないのを考えると、今なお活躍するホワイトスカーを言うに、総主張の英断だったと言えるでしょう。さすが総主張やな。そんなチョゴリスの平原に無断で立ち入り、戦争に参加してオーバーテクノロジーぶちかましたのが、私アデクプス広報官です。とやるとこじゃないでしょう。ごめんなさい。チョゴリスの民はかつてジュカーリに襲われたこともあり、文明以上の脅威の認識はありますが、アスタルテスの領域に無断侵入して、彼らが意図的に維持している部族社会の戦争に、帝国製の超兵器を持ち込んで介入したのは、せっかくホワイトスカーを育てる文明をぶち壊すことになるかもしれんかったんやな。でもならともかく身内の帝国がしでかしたとなると、間違いなくそれが最大のやらかしですわ。穏便に住んで何よりでしたが、暴れる場所はさすがに選んでくださいね。気ぃつけます。ところで封建世界って、他にどんなんあんの？例えば中世文明のセフェリスセクンブス。やっぱ中世あるんや。公領世界でもあり、女王を条件として領主と濃度による極端な封建制度が残っており、そこから得た大量の鉱石や資源を、帝国への税として納めることで成り立っている惑星ですね。女王制とは、まさしく中世やな。チョゴリスのような惑星もありますよ。アッティラと言われる封建世界です。ちょいちょい、チョゴリス説明の後にまた遊牧民の世界ってどないなん？この惑星出身者のミニチュアが出てるからです。うわほんまや。アッティランラフライダーで知られる彼らは、見ての通りチョゴリスにいてもおかしくなさそうな外見ですね。帝国の馬ってこんなヤバいの多いのに、ちゃんと馬しとるのは封建世界ならではやな。そしてこの戦術が好まれてるあたり、やはり騎兵は暗黒円未来でも強いのでしょう。カストーデスかてこんなチートみたいな機動兵器乗ってるもんな。カストーデスなので。そういやさ、なんで帝国は惑星文明引き上げたり、強制テラフォーミングせんの？大きな理由があるとすれば、帝国がいちいち惑星社会そのものを作り変える必要がないからです。そんな適当なん？皇帝兵界の忠誠を誓い、税を納め、異端や危険な災禍を管理しているなら、王国だろうが部族社会だろうが、惑星の統治は現地に任されることが多く、この統治自体、皇帝陛下がなされてたことですから。いやいやいや、そんな昔の話やなくて、うちらが生きてる今の話やねんけど。とおっしゃりますと？いやだからさ、新しい惑星見つけて、人類おったら帝国の紹介して同盟組むみたいにさ。もしかして、未開の惑星で人類が発見されるものと思われてますか？いやせやろ？この広い宇宙に人類が思いっきりおるわけやねんし。いえ違います。銀河各地に住む人類の祖先は、元をたどれば地球から宇宙へ進出した地球人です。待ってほんまどういうこと？今から数万年前、皇帝陛下すら歴史に踏み出していない時代。ちょどこまで遡るんな。人類は現在より優れた科学力で宇宙に進出していきました。何その神々しい話。天の川銀河の多くの惑星を植民地にしたのですが、大気裂発生やマン・オブ・アイアンの目覚めなどの災害で、惑星間の航行がほぼ不可能になり、各星々は孤立します。カストーデス君が止まらへん。そしてその数千年後に皇帝陛下が歴史に現れ、地球の民たちは宇宙へ再出発するのですが、なんとたくましいことに、環境に適応した人類が称えました。待って数千年もの間、地球人が惑星に取り残されて、そこを母星に自分らで文明を築いたと？そういうことです。すなわちこの宇宙の人類すべては、元地球人です。せやったんか。
そら地球は聖なる寺言われますわ。惑星の環境が人類に適した星でなかったり、あるいは科学文明が維持できなかったりと、様々な事情で人類社会を築いた文明は、行政が難しいものの方が多々ありました。ああ、七惑星とかなんで人類住んでんのみたいなんも結構あるけど。何千年もその環境で生き延びた社会を、莫大な労力を使って一から作り変える必要もありません。帝国への忠誠と税さえ確保できるなら、現地社会をそのまま利用する方が都合のいい場合も多いんです。だから4万年世界にも王様や遊牧民がおるんか。そしてチョゴリスのように、その文化自体に軍事的価値がある惑星ならなおさらですね。そういう事情やったんか。なので、今の帝国に近しい文明ならすんなり住民は帝国を受け入れ技術を導入しますが、そうでない環境と文明が根強い星もあるってことやねんな。おっしゃる通りです。そんな考えたら人類めちゃくちゃすごない？はい、全員が全員あらゆる環境に耐えれる超人手術をしてるわけでもなく、工夫と根性で孤立しながら信じられん環境でも、何千年と惑星でやりくりしとったんやろ？現在進行形で、です。帝教会の理屈よりこれといた方がずっと人類至上主義なるやろ。まあ他のジェノも一つの惑星から発展してるかもしれませんが、それでもここまで植民地を広げた実績は凄まじいかと。せやわなぁ。というわけで人類の皆さん、あなたたちは強い、頑張って生きていきましょう。でも惑星によっちゃ放送できない内容なので。また惑星別で編集せんと。とりあえず今は次の質問に移りましょう。せやな。では次の質問。広報官さんの今までの一番の功績は何ですか？そらこの番組が続いてることが一番ですわ。いつもご声援ありがとうございます。と言いつつ、これやとあんま面白ないやんな。はい、もっと部分的な答えを求めてるかと。となるとこれまたチョゴリスの件ですな。当初めっちゃ怒られたものの、結果的にチョゴリス民が強くなったやつですかね。そうそうそれな。確かに、不法侵入、現地民へ接触、文明外兵器の使用とやらかしまくって良き結果になってるのは、とてつもない兆候です。ほんまな、あの結果だけは皇帝陛下やオムニシア様のご加護や思ったわ。現在もアデプトス広報官さんが、赤き稲妻の白髪機と伝わってるらしいですし、よっぽど現地民に強く影響を与えたのですね。満足同士合うもんがあったんかもな。それなら納得です。不正展開、そこはうちが可愛いからとか言うてフォローせんと。そんな相手に赤き稲妻の白髪機とつけることはないでしょう。そらそやな。にしても、蛮族、封建、戦争の世界でよくもまあこんな仲良くできましたね。初っ端の出会いが盗んだ馬で爆走してた時やったからちゃう？そうだこの人も当然だったわ。閉店まで続く平原を、チョゴリスの最高の順度で走り回るのがもうたまらんって。事故にならなくてよかったです。でその爆走っぷり見たチョゴリス民が追いかけてきよったから、みんなで走り回ってな。やはり蛮族同士の攻撃づいてましたか。でも集落に招待された時は、みんなすごい礼儀正しくてこっちも全力で対応してな。なんと、すごく貴重な経験では。せやねん、入り口とかに生首串刺しとるくせに、こっちの礼儀には礼儀で返す人らでな。失礼のないように対応気ぃつけたらみんな家族みたいに用してくれたで。いやほんとすごい体験ですね。帝国民で経験したことある人いないですよそれ。せやろ？やらかした事例が並んでるけど、うちとしては現地取材から爪痕残せた思ってな。成果としてはこれが一番でかいんちゃうかな？ぐらいに思ってるねん。きっかけがきっかけでたまたまうまくことが運んだだけなので大声では言えませんが、全く違う文化の方々に受け入れられ、今も語られるというのは奇跡ですよ。ほんまな、縄張りに厳しい部族の人らやったら速攻射抜かれてるかもしれんかったもんな。わかってるなら二度としないでくださいね。すんまへん。とはいえ成功例として受け止め、今後封建世界の取材とかしてみてもいいかもですね。どうかなさいましたか？それは格闘ですダメです。成功例とは言いましたが、今すぐやればまた暴れるのが目に見えてます。経験を積んで、広い見識をお持ちになられてきてますし、今後の課題くらいに考えましょう。フォージエンペラー。では次の質問です。もしも一日だけ、平和な世界へ行けたらどうしますか？そらその世界ですることするやろ。リンズワールドでも農業手伝ったし。とまあ我々の世界だと、平和は次の戦争までの準備期間くらいの認識なので、もしもずっと平和な世界だったらどうしますか？という質問に移りましょう。カストーデス君それはいくらなんでもファンタジーやで。古代テラの島国では、知る限り半世紀以上大きな戦乱に巻き込まれない時代があったそうです。は？待て待て何やそれ、意味わからへんで。その世界で人は生きるために通貨を保つのが日常となっていたそうですよ。おい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 、金あったら命の保証あるとかありえへんやろ。その国ではどこも空は青く自然豊かで、各種インフラが整っており、街の至るところに病院や警察、食事処に溢れており、増えることが珍しかったと言われてます。なんでそらー。はい、ではそんな世界でずっと過ごすなら、そんなん飯も食うてみたいし、医療機関とかも気になるし、どんなん売ってるんかも。コンビニというのがありまして、飲食物は腐るほど溢れ、日用品やそこそこの医薬品も購入できたそうですよ。待て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 、そんなん毒物検査だけで暴殺されてまうやろ。食品には厳しい衛生基準や法規制があり、製造から販売まで安全管理されたものが陳列されてます。そこ行く、うちそこ行く。焦らなくても街中なら至るところにありますよ。しかも売ってるものも違いがあったんだとか。やべ歩き回
あるだけで1日終わってまうやろ歩かなくても定期的に数百人を運搬できる車両で好き放題移動できます。なるほど、これで兵隊運べるなら空インフラも強いわけやな。あ、いえ、あくまで主な用途は一般市民の通勤や通学、旅行に使われてたらしく。平和ボケしてまうわこんなん。実際の戦争とは別に、戦争を模した盤上や電子遊戯まで娯楽として楽しまれていたとか。殺される、平和がうちを抹殺しに来る。文明の利器は溢れ返ってるので、アデププス広報換算の技術レベルなら、持ってるだけで生活安泰だったかもですね。カストーゼック抜きこれからタイムマシンの研究始めるわ。ありですね。あかん、イメージしただけで疲れがどっときてしもた。もっと聞きたいのに。もしそんな世界へ行けたなら、安心して眠っても大丈夫ですよ。あなたが天寿を全うするまでここよりずっと平和でしょうから。あらららららら。最近仕事に詰め込み続けてましたからね。平和は訪れない世界ですから。古代の記録として読んだ時は何も感じませんでしたが、こんな楽しく話せる日が来るとは思いませんでしたよ。すや束の間の平穏、感謝いたします。